今回の動画では、ニッケル水素充電電池のような充電池の代わりに電気二重層キャパシタが利用できないだろうか、挑戦することにしました。ここにあるのが電気二重層コンデンサーです。電気二重層キャパシタとか EDLC なんて呼ばれています。コンデンサーとキャパシタは同じものを指す言葉ですが、最近は大容量のものをキャパシタ、回路で使う小容量のものをコンデンサと言っているようです。このキャパシタでこのような電池の代わりにならないか試してみます。キャパシタと電池の違いをはじめに説明しておきましょう。充電電池では電気を蓄えたり放電したりする際に化学反応が起こります。このように化学物質が使われているので廃棄の問題があります。そして充電に時間がかかるのも問題ですね。電気自動車ではとても重大な欠点になっています。電気二重層キャパシタは物理電池とも言われています。電気は電極の表面に生じる静電気の力、静電気力で閉じ込められて蓄えられます。この後、静電気力を実験で確かめてみます。コンデンサーは化学反応は使われないので、物質の変化も起きません。鉛蓄電池の寿命、サイクル寿命は500回程度と言われています。これに対して、電気二重キャパシタのサイクル寿命は10万回以上と言われています。寿命はとても長いですね。電気二重層キャパシタの特徴を理解するために、その他のコンデンサーについて見ていきましょう。これらは電子回路の中で使われているコンデンサーです。どのくらい電気を貯められるかを表す量をコンデンサーの電気容量とか静電容量と言います。単位はファラットです。この茶色のコンデンサーの電気容量は30ピコファラットです。ピコとは10のマイナス12乗なので、このコンデンサーは1丁分の30ファラットということです。とっても小さな電気しか貯められません。ここにあるコンデンサーは電解コンデンサーという静電容量が大きなコンデンサーです。電源回路などで使うコンデンサーです。この円筒型のコンデンサーの静電容量は1000マイクロファラットなので、大きいと言っても100万分の1000ファラットの容量です。電池の代わりに使うことを計画している電気二重層キャパシタですが、その静電容量はこのタイプで10ファラットです。こちらのキャパシタは120ファラットです。1000マイクロの電解コンデンサーと比べると12万倍の静電容量です。しかし、ここで少し注目したいのはキャパシタの帯電圧です。両方とも 2.5V でちょっと低いなと感じませんか？実は電気二重層キャパシタは水が電気分解しない 2.5V 程度なんです。これはこんなに大きくても15000マイクロファラットですか。しかし帯電圧は 90V もあります。コンデンサーにたまるエネルギーは静電容量×電圧の2乗割る2で計算できます。120ファラットに 2.5V の電圧がたまると375ジュールのエネルギーが。このコンデンサーは静電容量は小さいのですが、帯電圧が 90V もあるので61ジュールのエネルギーがたまります。10ファラットのキャパシタ2個分のエネルギーです。しかし、電圧が高すぎてとても使いづらいです。それにでかすぎますね。コンデンサーの構造を説明するのに、こんな模型を制作してみました。ラミネーターでアルミ箔を挟んで電極を引き出した2枚の金属板を対抗させるだけの構造の模型です。向かい合ったアルミ箔の間はラミネーターで絶縁されます。ラミネーターが誘電体になります。横から見るとコンデンサーの回路図のシンボルそっくりですね。このコンデンサーの静電容量を LCR メーターで測定してみます。密着した状態で約800ピコファラットでした。電極の面積が大きくなると静電容量は増加します。コンデンサーの帯電圧は電極の間隔が広いほど大きくなります。しかし、電極の間隔が広くなると静電容量は小さくなってしまいます。簡単な実験でも静電容量が間隔で変わるのがわかりますね。ラミネータフィルムの厚さは100マイクロメーターあり、
電圧による破壊に対してかなり強度がありそうなので、高い電圧で充電して様子を見てみることにします。充電前のコンデンサーです。しっかりしたフィルムです。充電されていないので静電気力は働きません。電極をくっつけても落下してしまいます。この装置は最大1万ボルトの電圧を発生できる電源です。この電圧を1000倍した値がこの端子に発生します。4000ボルトに設定してみます。上げすぎると放電が生じてしまいます。2枚の電極を密着させて、電極を接触させて充電します。4000ボルトの電圧で充電されています。充電前は電極は落下しましたが、今度は張り付いています。電極を近づけていきます。接触する前に大きな放電音が発生し、溜まっていた電気が一気に放出されました。この静電引力で電気を逃がさず溜めることができるんです。このコンデンサーにもまだ溜まっているので、最後に電源装置の電極管をショートします。電圧が高いので、たくさんエネルギーが溜まっているような気がしてなりませんね。ここに並べたコンデンサーは見た目の大きさも違います。しかし、静電気力で電気を引きつけて電気を貯める原理は全て共通です。電池の代わりになるのはどれが良いか考えます。エネルギーは静電容量×電圧の2乗割る2で求められるので、コンデンサーに蓄えられる最大エネルギーを計算して比較してみます。静電容量は850ピコファラットで4000ボルトまで充電しましたが、この時蓄えられたエネルギーはたったの 0.0068 ジュールでした。15000マイクロファラットを90ボルトで充電すると61ジュールのエネルギーがたまります。ただし電圧は高すぎますね。このボタン型のものは帯電圧 5.5 ボルト、1.5 ファラットの電気二重層キャパシターです。メモリーのバックアップ用です。小型ですが、比較的帯電圧が高いので23ジュールのエネルギーが貯められます。ただ内部抵抗が高いのが問題です。120ファラットの電気二重層キャパシターは 2.5 ボルトの電圧まで充電すると、なんと375ジュールの電気エネルギーを貯められます。10ファラット、2.5 ボルトのキャパシターは31ジュールのエネルギーを貯められます。電池代わりに利用するキャパシターとしてどれを使うか考えるときに、値段を当然考慮する必要があります。そこで、秋月電子でほぼ同じ性能のキャパシターを調べると、120ファラット程度のキャパシターがコスパが良いので、この程度のものを使う前提で、回路を設計することにします。なお、個人的に10ファラットのキャパシターを50個も所有しているので、はじめに実験では10個並列にしたものを使っていきます。ネットで車のセルモーターを回す動画を見ましたが、私はキャパシターを乾電池2本で動作するラジオの電源として使うことを考えています。しかし、そのためには少し工夫が必要です。グラフを見てください。上がニッケル水素電池の電圧変化を示しています。満充電では 1.4 ボルト程度ですが、少し使うと 1.3 ボルトに急に下がります。しかし、その後はほとんど電圧は変化しないで、1.3 ボルトだったものが 1.2 ボルトぐらいに下がるぐらいです。ほとんど変化しないと仮定しても問題ありません。それに対して、電気二重層キャパシターは溜まっているエネルギー、U は U イコール2分の 1CV 次乗で計算できるので、逆算すれば、電圧は溜まっているエネルギーのルートで変化していきます。最初 2.5 ボルトあった電圧も、電気を使っていくと、徐々に少しずつ下がっていって、エネルギーを半分使った時点で、最初 2.5 ボルトあった電圧が、1.77 ボルトにまで下がってしまいます。さらに、エネルギーを放電していくと電圧が下がっていって、残り 20% になると、電圧は 1.12 ボルト。エネルギーの残量が 10% では 0.79 ボルトに下がってしまいます。
電子回路は一定の電圧で動作しますので、このように最初 2.5V であった電圧が最後には 0.8V まで低下してしまうキャパシターを電池の電圧のように一定になる仕組みを組み込むことが必要になってきます。そこで変化する電圧を一定にするため、電子回路を組み込むことにしました。PFM ステップアップ方式の DC-DC コンバーターです。3.3V の電圧で 200mA 出力の小圧型のコンバーターです。以前の動画で懐中電灯に利用した IC を使います。電圧が 0.7V から動作可能なので、3秒が 10% の時の電圧が 0.79V ですから、コンデンサーの 90% のエネルギーが利用できる計算です。効率は 85% と標準的ですが、出力電流が0になると、ほとんど電気を消費しなくなります。これは PFM 方式の特徴です。PWM 方式の方が電源としての性能は良いようですが、出力0で電流を消費しなくなる特徴は、今回の用途にうってつけです。回路はとても簡単で、IC1 個と、コイルと、ショットキーバリアダイオードとコンデンサー2個でできてしまいます。電子回路に使う部品と実体配線図です。このトランジスターのような IC が HT7733A です。秋月電子で4個200円です。これが47マイクロヘンリーのコイルです。ショットキーバリアダイオードです。1A 程度のもので何でも使えます。電解コンデンサーです。入力と出力に使います。手持ちのコンデンサーを用意しました。ノイズが取りきれない場合は ESR の小さなものが必要になるかもしれません。これが実体配線図です。回路が単純なので簡単に製作できます。基板はいつものように銅張基板を利用します。今回はとても単純なのでアクリルカッターを使って溝を切ることにしました。今までの動画では銅箔を削るのにミニルーターを使ってきましたが、今回はアクリルカッターで簡単に作れます。定規を当ててカッターを滑らせていきます。低い電圧の回路なので深い溝を削る必要はありません。完成後はショートしていないか導通チェッカーで必ず確認してください。部品は銅箔の表面にハンダ付けしていきます。部品が倒れないようにするのが少し面倒ですが、はじめに1箇所をハンダ付けして姿勢が定まった後に、形を整えながら残りの足をハンダ付けしていきます。完成後は必ずマジックでグランドや入出力端子をマークしておきます。誤配線防止のためのルーティーンです。完成した回路です。とても簡単な工作でした。ラジオの電源に使えるのかテストします。ミノムシクリップで入力端子、出力端子をつないであります。入力電圧はコンデンサーの半分のエネルギーを放出した時の電圧約 1.7V にセットしました。出力電圧はこの電圧計でモニターします。回路に 1.7V の電圧を加えてみます。出力は 3.3V になっています。出力に以前紹介した AM ラジオを接続しました。スイッチを入れます。オシロスコープを見ると大きなノイズが乗っています。ラジオも雑音が多くてよく聞き取れません。そこでオーディオ用の100マイクロファラットのコンデンサーを並列に接続してみます。ノイズがなくなってはっきり音が聞こえるようになります。最初に使ったコンデンサーと比較してオーディオ用は ESR が小さくてこんなにノイズが少なくなります。コンデンサーを外すとこんなにノイズが増えてしまいます。ラジオに使う場合ノイズの影響が心配でしたが十分実用になることが分かりました。職場で話をしますと
そこで10ファラットのキャパシターでラジオがどれだけ動作するのか実験です。普段聞いて4秒で11分間動作しました。120ファラットなら2時間は動作する計算です。規格表の通り 0.7V まで動作するようです。エネルギーの 90% を使い切れます。実用になりますね。我が国の放送は公共放送と民間放送による次に実用化するときに問題となる過電圧充電の問題を解決します。キャパシターの電圧が耐圧を超えないようにする電子回路をブレッドボードで試作しました。キャパシターの電圧が 2.4V に達するとスイッチを切って充電をやめる回路です。電気二重層キャパシターはニッケル水素電池などと違って短時間の電圧だけを監視すればよいので取り扱いはとても簡単です。この電圧計はキャパシターの電圧を測っています。充電はこの電源装置で充電します。2.5A で低電流動作に入ります。その時この LED が点灯します。電圧は USB 充電器をイメージして 5V に設定します。それでは充電を開始します。一定電流で充電するとコンデンサーの電圧は時間に比例して上がります。電圧が 2V を超えたあたりから電流値が減少してきます。1A に下がっています。電圧が 2.4V に近づいてきました。充電中はこの LED が明るく点灯します。電流値が減少してくると暗くなってきます。電圧の上がり方がかなりゆっくりになっています。100% 充電には時間がかかりますが、2.35 で約 90% のエネルギーが充電されました。ブレッドボードで動作を確認した過電圧防止回路を基板に組んでいきます。簡単な回路ですが、なかなかうまく動作しませんでした。このコンデンサーを入れることで動作が安定しました。発信していたのが原因でした。これが過電圧防止回路の回路図です。設定した電圧に達したとき、この FET がオフになり、過電圧を防止します。耐圧は 2.5V なので、逆流防止ダイオードの順方向電圧効果 0.6V を足して、3.1V の電圧でストップするように、この半固定抵抗で設定します。ただ、温度によって電圧は変化するので、余裕を持って 3.0V 程度に設定するのがベターです。この回路は充電器の電圧で動作するので、できるだけ電気を消費しないようにすることと、電源装置が低電流動作状態になると、電圧がかなり低くなるので、低い電圧で動作するように注意しました。これが実体配線図です。この回路をユニバーサル基板で組んでいきます。完成した過電圧防止回路です。発熱が気になったので、放熱板代わりに銅箔基板をハンダ付けしました。電源装置に電気二重層キャパシターを直接つないで充電すると、非常に大きな電流が流れてしまいます。低電流回路がついている電源装置なら問題ありませんが、USB 電源アダプターにつないでしまうと、アダプターを壊してしまいます。そこで簡単な電流リミッターを製作しました。この回路図がそれです。電源装置に組み込む低電流回路を抜き出したものです。利用する部品は 7A、30W のパワートランジスタ。
一般増幅用の小型トランジスタ。120オーム。0.5 オームの抵抗です。1オームの抵抗を2本並列で使います。基板は銅箔基板をアクリルカッターで溝を掘って製作しました。発熱が多いので、パワートランジスタは放熱板に取り付けます。放熱板にパワートランジスタを取り付けました。動作原理は、1オーム2本並列で 0.5 オームにした抵抗の両端の電圧が 0.6 ボルトを超えると、このトランジスターが導通して、パワートランジスタのベース電圧を減少させて、それ以上電流が流れないように制御します。0.5 オームを 0.6 オームにすると、ほぼ1アンペアになります。0.5 アンペアで制限したいときは、1.2 オームにします。製作した過電圧防止回路と電流制限回路を100ファラットのキャパシターにつないで充電しました。この回路を使って 2.4 アンペア USB アダプターで充電が可能になります。そして PFM、DC、DC コンバーターをつなぐことでキャパシターで2時間ラジオを聞くことができました。支出をする、これがこの制作活動費であるということを申し上げております。今回の動画は電気二重層キャパシターを電池の代わりに使うというテーマで制作しました。テーマを実現するため、この2つの装置はキャパシタを家庭で充電するための装置で、こちらは変動するキャパシターの電圧を充電電池のように一定にする装置です。実験では10ファラットを10個並列にして100ファラットとして利用しました。これで以前制作した音にこだわった AM ラジオを2時間動作させられることが判明しました。このキャパシターは120ファラットで実験で使ったものよりさらに大容量です。キャパシターとこの回路をラジオなどの機器の中に組み込んで、右側の2つをキャパシター用充電器に組み込むと、充電電池の代わりになる電気二重層キャパシターシステムが完成します。電気二重層キャパシターの動画は派手なものがほとんどですが、今回の動画はかなり地味で面白みがなかったかもしれませんね。ところで、10ファラットのコンデンサーをたくさん持っていた理由なんですが、昔、ミニ四駆を電池の代わりに電気二重層キャパシタを積んでレースをした時の残りなんです。キャパシターの電池がなくなる前にピットインして、手で回す、充電器で充電する。そんなレースを企画して実施したことがありました。電気二重層キャパシターをおもちゃに組み込んで、電子ゼンマイと言ったら面白いと思うのですが、いかがでしょうか。ダイオードがすっ飛んだ。